どうも、バルチャンネルです。前回の AI による解説動画、サブフォイルから発表された革新的フォイル C レベルの解説はいかがだったでしょうか。今回も AI を利用して最近話題となっているパラウィングについて解説していきたいと思います。パラウィングとは、風を使って海を自由に駆け抜けるウィンドサーフィンやウィングフォイルとはまた違った新感覚マリンアクティビティです。それではどうぞ。こんにちは。今回の深掘り情報、テーマはフォイリング界で今かなり注目されているパラウィングです。はい。 BRM、エンシス、それからナッシュですね。これらの最新情報とか、あとライダーの声がいろいろ入ってますね。そうですね。各社第2世代とか新しいモデルをどんどん出してきてて、技術が急速に進んでる感じがします。従来のウィングフォイルとはちょっと違う、なんていうか新しいライディング体験が生まれつつあるなと、そういう印象ですね、資料から。なるほど。では早速そのパラウィングの魅力、それから技術的な進化、ブランドごとのアプローチの違い、この辺りを掘り下げていきましょう。はい。あなたにとってこの新しい動きがどういう意味を持つのか、その核心に迫るというのが今回のミッションですね。まずそもそもパラウィングって何がそんなに新しいんでしょうか。ですね、基本は収納できるフォイル用のウィングってことなんです。で、最大の特徴、魅力ですけど、それは波に乗ってる時とかウィングいらないなーって時にさっと畳んで体の前にですね、小さく収納できる。フロントパッキングってやつですね。そうです、それです。これでもう完全に手ぶらで波とかうねりを滑れるわけですよ。へー。でまた風が欲しくなったら簡単にパッと展開できる。この手軽さがやっぱり鍵ですかね。なるほど。エンシスのピュアフリーダム、純粋な自由っていう言葉はまさにそれを言ってるんですね。そうだと思います。手ぶらになれるからこそ、例えばダウンウィンドで長距離行ったり、普段行けないような場所で波乗りしたり、あとはフラットウォーターで自由に技の練習したりとか、そういう可能性が広がると。だからライダーの声も、新しいスポーツが生まれたとか、人生変わったとか、結構熱いコメントが多いんですね。そうなんですよ。単に道具が進化したっていうより、その体験自体が変わるっていう、そのポテンシャルを感じてる人が多いみたいですね。技術的な面で見ると、各ブランドなんか目指してる方向性に共通点もありそうですね。ありますね。例えば BRM が言ってる自動安定性の向上とか、あと BRM とかナッシュが言うより広い風域への対応、それからパワーコントロールの精度も BRM、エンシス、ナッシュの PCS とか各社言ってますし。そうですね。もちろんびっくりするほど小さく畳めるっていうのはもう全社共通みたいですけど。そこは大きいですね。あと操作性、特に展開したり収納したりする時のやりやすさ、ここも各社かなり力入れてますね。例えばエンシスとかナッシュだとラインとかパネルが色分けされてて、これで水の中でもウィングの向きがパッと分かりやすくて早く再展開できるみたいな、これは安心感につながりますよね。確かに。あと BRM のなんていうか人間工学に基づいたバランス調整とか、エンシスのシングルスキン設計で軽くなってる点とかも扱いやすさにつながってる部分だと思います。ブランドごとにアプローチがちょっとずつ違うのも面白いところですよね。具体的にはどういう違いがあるんですか。そこが興味深いんですが、例えばエンシスはもともとパラグライダーを作った知見を生かしている。なるほど。一方で BRM はいやいやパラグライダーとは違うんだと、パラウィングならではのその使い方に合わせた最適化を進めてるんだって主張してますね。そしてナイシュは PCS、 プーリーコントロールシステムっていう独自の仕組みですね。 PCS、 これはプリーを使ってウィングの形自体を調整することで、弱い風でのパワーと強い風での安定性、これを両立させようっていう、そういう試みでしょうね。なるほど。共有してもらったブログ記事にありましたけど、初期のモデル、例えばエンジスのロジャーとかだと日本のユーザーさんからちょっと懸念点も出てたみたいですね。はい。特に風上性能ですね。これとか、あとコンディションを選ぶかなみたいな。でもその後のナッシュの毛布とか新しいのが出てきて、
そういう初期の課題は改善されつつあるっていう話でしたね。まさにそこが進化の重要なポイントですね。風用性能、つまり風に向かってちゃんと進めるかっていうのはやっぱり自由に楽しむ上ではすごく大事ですから。ですよね。風下に流されるだけじゃちょっとそうなんですよ。自由どころじゃなくなっちゃいますからね。だから各社がこの基本的な使いやすさ、ユーザビリティの向上を競って改善している、そういう状況が見て取れますね。いやー、それにしてもライダーたちの声を見るとやっぱりこれまでにない楽しさとか可能性への興奮がすごいですね。ダウンウィンドが全く別物になったみたいな具体的な声もありましたし、ある程度フォイリングの経験は前提にはなるんでしょうけど、経験者だったら比較的早く乗りこなせるようにとも言われてますね。特にウィングを完全に畳んで波とかうねり丈を感じて滑るあの感覚、あれは従来のウィングフォイルじゃなかなか得られなかった体験でしょうから、ダウンウィンドでの応用に期待する声が多いのもすごく納得できます。手軽さとそのパフォーマンス、両方が急速にぐっと進化してるっていう感じですね。そう捉えていいと思います。パラウィングは今本当に進化の真っ只中にあって、フォイリングの世界に新しい風を吹き込んでると、今回のこの情報の整理があなたがこの新しいウォータースポーツの可能性を考える上で何か役立つ視点を提供できていれば嬉しいですね。最後に一つちょっと思考を巡らせてみてほしい問いかけなんですけど、何でしょう。あるデザイナーが示唆してるみたいに、もし将来的にですよ、パラウィングが技術的にすごく成熟して、ある特定のコンディションではもう従来の空気入れるタイプのウィングの性能を完全に凌駕する日が来るとしたら、それってウィンドスポーツ全体のなんていうか勢力図とか楽しみ方とかをどういう風に変えていく可能性があるんでしょうかね。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないです。どうでしょう。そうですね。今非常に大きな新しい波が押し寄せ、2年前からウィングフォイルという新しいウィンドスポーツを楽しんでいます。ウィンドサーフィンよりも手軽に始められ、比較的短期間で楽しむことができ、空を飛ぶような感覚が味わえる最高の遊びです。これからパラウィングの性能が僕らの想像を超えてきたらどうだろう。ウィングフォイルよりも軽く、もっと速く、もっと自由になれるかもしれない。風が弱い夏の日でも今まで以上のスピードで自由に海を楽しめるかもしれない。これまでできなかった新しい動きだって夢じゃないかもしれない。ウィンドスポーツは間違いなくもっと面白くなる。新しい技術は僕たちに新しい自由を与えてくれる。あなたも新しい風を感じてみませんか？津久井浜では新しい風を求めて多くの方が集まり、そして新しい風を楽しんでいます。もしウィングフォイルに少しでも興味がありましたら、ぜひトライしてみることをお勧めします。あなたも一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。それでは津久井浜でお待ちしています。